皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて2月も最終週に入りましたね。今日はまだ2月なんですが、次回の歌会から3月ということで、3月は皆さんからのリクエスト曲を歌う月でございます。やっと寒さも緩んできて、徐々に春に入っていく季節なので、明るめの曲が多くて私も歌うのが楽しみです。この時期は悲壮なバラードというよりかはちょっとウキウキするような曲が合いますよね。次回曲が集まれば7月か8月あたりにリクエスト企画をやりたいと思っていますので、また皆さん気軽にリクエストを送ってください。私はバラードが好きなんで一年中バラードを聴いてるんですけれども、夏はバラードに向かない季節っていうかですね、若干企画が難しいところがありますね。今年6月はまた中華シリーズをやろうと思ってるんですけれども、その後の予定が未定なので、リクエストがあればぜひ送ってください。 YouTube のコメント欄に書いていただいても大丈夫です。さて今回はまた旅シリーズなんですが、若いリスナーさんから年上の女性たちが韓国をどうやって楽しんでいるのか知りたいというリクエストをいただきました。韓国のグルメ情報に関してトッポッキやキンパ、あとチキン、チーズタッカルビとか割とリーズナブルな価格帯のグルメ情報はたくさんあるんですけれども、ちょっと高級なラインについての情報が少ないということで、知ってたら教えてほしいということだったんですね。2月の中旬あたりにジョイジョイライフの方で韓国旅の日程と食べたものを紹介するという会をやったんですけれども、今回の旅では韓定食ハンジョンシクのコースをいただきました。日本で定食という言葉を聞くと弥生県かなみたいな大衆料理というか普段の食事をイメージする方が多いと思うんですけれども、韓国では日本の定食にあたる食事はペッパン、白飯っていう感じで書くんですけれども、ペッパンって言うんですね。ご飯とスープとおかずが何種類かついて提供される日本の定食みたいなスタイルの食べ物もあります。で、一方の韓定食というのはもっと高級なんですね。日本の料亭でいただくコース料理みたいなイメージです。価格帯もお店の雰囲気も全然違うので、この2つはね、実際に韓国に行ったらすぐ分かると思うんですけれども、金属とか陶器の器で出てくるのがハンジョンシク、韓定食で、プラスチックのお皿で出てきたらペッパンだよとかあとはデザートみたいに最後にご飯が提供されるのはハンジョンシク定食の方だとかね、そんな見分け方を教えてもらったことがあります。私はハンジョンシックをいただくのは今回が2回目でした。で、1回目は慶州キョンジュという町に行った時にいただいたんですけれども、その時はね、正直そんなに感動がなかったんですよね。で、それでもうハンジョンシックはいいなと思ってその後行かなかったんですけど、今回はゆかさんがハワイで友達になった CA さんがおすすめしてくれたお店のリストっていうのがあって、そのリストの中にハンジョンシクのお店があったんですね。で、ゆかさんはハンジョンシク食べたことがなかったので、伝統料理だったらぜひ行ってみたいということで一緒に訪問しました。で、このお店がとても美味しかったんですよ。なので今回このお店の概要とお料理の内容を紹介したいと思います。で、見えるラジオの方はお料理の写真をね、実際に出しながら解説していきますね。まずお店はミョンドンにあるジンサデというお店です。漢字では進むに武士の士にオタクのタクというふうに書きます。で、場所がですね、ミョンドンのど真ん中にあるんですよ。ミョンドンに詳しい方はわかるかもしれないんですけれども、ミョンドン通りっていうメイン通りがありますよね。この通りの交番というか派出所なのかな、あれはおまわりさんがいるところの隣の道を曲がって入っていったらあるんですよ。で、こんな街中に伝統料理のお店があるのかっていうような立地なんですけれども、ビルの2階3階の部分にこのお店があるんですね。で、2階と3階でちょっとメニューが違うみたいなんですけれども、3階に上がると突然中庭が現れてですね、伝統的な葉の作り、缶屋作りの空間が現れるんですよ。
日本でも老舗料亭って結構一軒家的に建ってることが多いですよね。それだけで独立した建物と庭園を持ってるっていう感じで、私もハンジョンシクのお店ってそういうイメージだったんですけれども、ここはですね、ビルの3階に突然料亭が出現したみたいな作りになっているんですね。なんか映画とかドラマのセットの世界に入ったような気分でございました。私は日本から事前に電話予約をしていったんですけれども、当日でも席が空いていれば入れるようです。障子で仕切られた個室の作りになっているので、姿は見えないですね。プライバシーが守られるような構造になっております。このジンサデクというお店はチェジュ島の料理を基本にしつつ、韓国の伝統料理をコース料理の方式で提供してくれるお店なんですね。私が以前訪問したハンジョンシクのお店は個室に大きなテーブルがあって、座った瞬間にね、全ての料理が一気に出てくるっていうスタイルだったんですよ。で、メニュー表はあるんですけど、どれがどれに該当するのかよくわからないっていうのがまず一つと、あと急いで食べないと温かい料理がどんどん冷めていってしまうっていう点が少しね、残念に思っていたんですが、このジンサテクというお店は2品ずつぐらい順番にコース料理のように提供してくれるので、料理を最適な温度でいただけるっていう点がまず嬉しかったです。それからメニュー表には日本語と英語も表記されていますので理解しやすいですね。やっぱりハングルより日本語の方が読みやすいので、これもありがたいです。で、お店の方は少し日本語ができる方がいらっしゃいましたね。で、外国人にも非常に親切に対応してくださいました。お料理の構成はいわゆるコース料理で、最初前菜とか先付け的なものから始まって、お刺身やお椀、お魚やお肉のメインが来て、最後締めのご飯とお漬物とお味噌汁、最後にデザートという構成でございました。5種類の定食があって、一番安い価格帯のものが39,000ウォン、一番高いものが98,000ウォンということで、日本円だとだいたい4,000円から1万円ぐらいの価格帯の中からそれぞれ選べるという感じでしたね。すごくコースのバリエーションも豊富ですよね。で、これらは基本的な内容は同じなんですけど、価格が高くなっていくほど品数が増えて、高級食材のアワビだったり牛肉だったり、そういった料理が上乗せされていくという仕組みです。私たちは今回 J 定食というですね、5種類の定食のうちちょうど真ん中の価格帯のものをお願いしました。この選び方がザ日本人ですよね。5個あったら真ん中を選ぶっていう感じだったんですけれども、1人69,000ウォンのコースで14品のお料理が提供されるというものを選びました。最初まず1品目がアワビのおかゆと白キムチといってですね、水キムチみたいなものなんですけど、辛くない白いキムチが出てくるんですね。でもこの1品目がね、本当に素晴らしかったんですよ。まずアワビのおかゆは全く臭みがなくて、もうアワビの美味しいところだけ、旨味だけが凝縮されているような味でですね、おかゆのふっくらとした炊き具合も素晴らしかったですね。私も結構今まで何度となくアワビのおかゆって食べてるんですけれども、いや非常に美味しかったですね、これは。そして白キムチの方は漬け汁をシャーベット状にしてキムチの上に乗せてくれているので、ずっと冷えた状態で冷たくいただけましたし、爽やかな酸味の中に野菜の旨味が感じられてね、こちらも大変上品なお味でございました。これは私の持論なんですけれども、美味しいお店は大抵1品目から美味しいっていうのがあるんですよ。最初に美味しいなと思ったら大抵最後まで美味しいことが多いっていうことなんですけど、このお店もまさにそうでしたね。それからチャプチェ、牛肉のたたき、お刺身、チヂミなどとね、定番のお料理が続いていくんですが、どれも美味しかったです。で、特にチャプチェとかチヂミっていうのは馴染みがある料理ですよね。で、その料理自体がすごく難しいわけではなくて、言うたら自分でも作れますよね、チャプチェとかチヂミとかなんですけど、やっぱり春雨のプルプル具合とか野菜の食感とか味付けの濃さとかも、もう全て最適なラインっていうのをバッチリ決めてくる感じがありましたね。普段から食べ慣れてる料理がこんなに美味しく作れるんだなという感動があって、
なかなか面白かったです。そして私たちのコースにはハヌがね出たんですね。ハヌっていうのは韓国の韓に牛って書くんですけど、韓国の高級牛肉です。このハヌのロース焼きはですね、熱々に焼いた鉄板の上に生の牛肉が乗った状態で持ってきてくれるんですよ。で店員さんが焼きながら牛肉を切ってくれて、でその切った牛肉をそれぞれがまたね好みの焼き具合に焼いてから食べるっていうスタイルだったんですけど、これもね非常に面白かったですね。目の前で牛肉が焼けていくいい匂いがしてですね、演出としても面白いと。でまたこの鉄板が時間が経ってもずっと熱々でね、すごい鉄板だったんですよね。そして最後はハンジョン式の定番干し石餅というお魚が出てくるんですよ。これクルビって言うんですけど、韓国語で干してちょっと熟成した石餅というお魚の焼き魚ですね。それと天山チゲ、日本の味噌汁にあたるものとキムチとご飯で最後食事を締めるという感じでした。でこちら追加料金をお支払いすると石餅をケジャンという渡りガニの醤油漬けに変更することもできるんですけど、今回は石餅の方を選択しました。で私は正直石餅ちょっと苦手で、独特の風味と味の濃さがちょっと合わない感じがあるんですけれども、このお店の石餅は味が濃すぎずですね、塩分濃度がちょうどいい感じでしたね。でゆかさんはホッケの干物みたいで美味しいと言ってね、北海道の懐かしい味みたいだっていうことでたくさん食べてました。でこの時に冷たい緑茶を一緒に出していただいたんですね。で私は何も知らずにお茶だなと思って普通に飲んじゃったんですけど、後で帰って調べたらこのしょっぱい石餅とご飯をお茶漬けにするためのお茶が提供されてたらしいんですよ。だから名古屋のひつまぶしみたいな感じで食べれたんですかね。これ食べてみたかったなと思って、で今度もしハンジョン食食べる機会があったらお茶漬けをねやってみたいと思います。皆さんもこれぜひね忘れずにお茶漬けにして食べてみてくださいね。最後ご飯と一緒にキムチも提供されるんですが、このキムチがまたね本当に上品な味わいで美味しかったです。ニンニクとか唐辛子の辛みはマイルドなんですけれども、じっくり全体的に旨味が効いてて本当に美味しかったですね。これキムチはねおかわり自由だったんでおかわりもいただきました。そして最後水菓子みたいな感じで梅茶が提供されましたね。これメシル茶っていうんですけれども、梅のシロップ割りみたいな味がします。でこの梅茶も酸味と甘みのバランスが非常に良くて、口に含むと梅のいい香りが鼻からスーッと抜けてすごく美味しかったですね。本当に最初から最後までずっと美味しいお店でした。メニュー自体は馴染みのある韓国料理なんですが、一品ずつのクオリティが本当に高いという点でね素晴らしいと思いましたね。韓国も物価が上昇していて今いろんなものが高いんですよね。でカフェでコーヒーとかいただくと1杯7000ウォンを超えてくるようなお店もあって、そうなると7、800円するっていうことですからね。東京よりはまだ安いのかもしれないんですけど、私は大阪に住んでるので大阪って結構食べ物が安いんですよ。なんで大阪から行くといろんなものが結構ソウルは高いなと感じたんですね。で韓国の屋台グルメって昔は安くて美味しいっていう印象だったんですけど、今はなんか日本から行くともはや安くない感じになってきちゃってるんですよね。でも今回食事をしたジンサデクさんは高級ラインなんですけれども、これだけ本格的な料理をいい雰囲気の場所でいただけて1人7000円ぐらいっていうことで、しかも立地がねミョンドンのど真ん中ですから、そういったアクセスなども鑑みると割高な感じっていうのは全くしなかったです。旅の経験としてちょっといい韓国料理を食べてみたいなという方はぜひ行ってみてください。そして韓国人のリスナーさんでもし日本人とか外国人におすすめの韓国料理のお店ないって聞かれたら、ここを紹介してあげると外国人すごく喜ぶと思います。
そんなわけで今回は大人のソウル旅におすすめの本格的なハンジョン式のお店ジンサデクを紹介しました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。 YouTube のコメント欄でも受け付けています。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK、 ちょうどいいかな。